皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画から引き続き、固定化酵素反応の見かけの速度パラメータの研究を例として、私が行った論文の題材創出について述べます。この時導いた式は一般式です。よって本式を使えばさまざまな環境下で起こる固定化酵素反応の見かけの速度パラメータを計算することができます。そこで私は本反応形の速度パラメータの全体像を明らかにできることに加え、多くの論文を創出できるのではないかと考えました。実際にこの推測通りになりました。今回は最初の例として、表面固定化酵素系における見かけの速度パラメータの式を導き、その特徴について述べます。それでは前回までのお話を簡単に復習します。固定化酵素の反応速度 V は、酵素反応の基礎式であるミカエリスメンテン式に基づき、1式のように書くことができます。ここで SB は液本体の基質濃度、EF は触媒有効係数を表します。EF には反応環境の違いに応じた式または値が与えられます。1式を有利酵素系で用いられる線形化プロットの関数関係で表すと2式となります。EF は SB の関数であることから SB 割る V と SB の関係は直線にはなりません。この関係が表面固定化酵素系では上に凸、最高内固定化酵素系では下に凸になることを説明しています。これにより私は2式が描く曲線上の任意の点における接線の式に基づき、1式を3式へ解析的に変換できることを示しました。ここで VMAPP は見かけの最大反応速度、KMAPP は見かけのミカエリス乗数を表します。これらは4式5式で与えられます。ここで γ1、γ2 は最大反応速度とミカエリス乗数の見かけの値が真の値からどのくらい異なるかを表します。ここで次のような考えが生じると思います。もし興味のある反応形を1式の形で表すことができれば、このようなすべての形の見かけの速度パラメータを4、5式により計算できるということです。そこで表面固定化酵素系について考えてみることにしましょう。幸いにも本形の触媒有効係数は拡散抵抗と静電的相互作用が存在する場合、解析的に6式で表されます。この触媒有効係数は拡散抵抗、静電的相互作用のどちらも存在しない時の反応速度を基準としています。詳細は前の動画を参照してください。触媒有効係数は無次元基質濃度 β-β、モジュラス φE、無次元表面電位ラムダの3つの無次元パラメータから構成されています。M は修正因子であり、その逆数は電位分布がグイ・チャップマンの式に従うとき、
7式で与えられます。KL は物質移動係数、デルタは拡散電気二重層の厚み、カッパーは拡散電気二重層の有効厚みの逆数です。6式では無次元パラメータからなる項を次のようにまとめて簡潔に表しています。4、5式中には EF の βB による微分項が含まれています。これは6式の微分により10式で与えられます。6式、10式を4、5式へ適用して整理します。これにより最終的に11式、12式が得られます。これらは表面固定化酵素系の見かけの速度パラメータを表します。これらの式はとても有用です。なぜならば、数値計算を行わずに VMAPP、KMAPP の値を簡単に求めることができるからです。また、これらの式によれば、最大反応速度と見返り数乗数が反応初速度の測定時に使用される基質濃度の範囲の違いでどのように変わるかを明らかにすることができます。11式と12式において φE を0に近づけます。すなわち拡散抵抗が存在しない場合を考えます。φE の極限を取るとき、ロピタルの定理を使えば、見かけの速度パラメータは13式、14式となります。これらを3式へ適用すると、15式が得られます。本式は、前の動画でお話しした拡散抵抗がなく、静電的相互作用のみが存在する場合のゴールドシュタインらの式です。12式のように現象を表す式が正しく導かれていれば、他の研究者が得た式とも相互に関係づけることが可能になります。すでに述べたように、表面固定化酵素系には、見かけの見返り数乗数に対する近似式が存在しました。そこで、12式をこれらの近似式と比較することにします。ガンマ2と βB の関係に対する計算結果を図に示します。図中の番号1、2、3、4はそれぞれ私の式、すなわち12式、ゴールドシュタインらの式、すなわち14式、シューラーらの式、すなわち16式、ハミルトンらの式、すなわち17式による計算線であることを示します。ゴールドシュタインらの式は基質濃度の依存性を表すことができません。よって無次元基質濃度 βB が変化しても一定値を取ります。シューラーらの式は基質濃度が無限大であるとき12式と一致しますが、実用的に意味のある基質濃度範囲、すなわち βB イコール1付近では計算誤差が大きくなることがわかります。特に φE が大きかったり、ラムダが負であるとき、著しく大きくなります。
ハミルトンらの式でも同様に計算誤差が大きいことがわかります。また本式ではガンマ2はベータ B イコールファイ E となる基質濃度の周辺で無限大となることから、基質濃度の全範囲で計算値は正しくないことがわかります。これらの近似式が生じる計算誤差は、式を誘導する際に用いた仮定に基づくことが明らかですが、誤差の直接的な原因について考察してみましょう。12式を11式で割った値を番号5とし、これを図中に破線で示します。この計算線は定基質濃度でシューラーらハミルトンらの式による計算値と一致します。これより近似式が誤差を生じる直接的な原因は、彼らの式において VMAPP が反応環境の影響を受けないことによることが明らかです。それでは一般式を使った計算値から見かけの速度パラメータが基質濃度の違いによりどのように変化するかを検討しましょう。静電的相互作用のない場合、すなわちラムダイコール0の場合の11式と12式によるガンマ1とガンマ2の計算結果を次の図に示します。ガンマ1、ガンマ2ともに βB が小さいほど大きく、βB が十分に大きくなると1に前近することがわかります。すなわち VMAPP、KMAPP はともに基質濃度が小さいほど大きく、基質濃度が十分に大きいとき真の値と等しくなります。しかし両値は決して真の値よりも小さくなることはありません。また φE が大きいほどガンマ1、ガンマ2ともに大きくなります。これより拡散抵抗が大きいほど VMAPP、KMAPP は真の値から大きくかけ離れることがわかります。次の図は φE イコール10、すなわち拡散抵抗が一定の反応環境でラムダをパラメータとして変化させた時のガンマ1とガンマ2のベータ B との関係を示します。ガンマ1はベータ B が小さいほど大きく、常に1以上の値を取ります。また、ラムダが小さい時ほど低濃度域で大きくなりますが、高濃度域では逆に小さくなります。ガンマ2はラムダが正の時、すなわち単体と基質の電荷が同符号であるとき、常に1よりも大きな値を取ります。この場合、KMAPP は KM より決して小さくなりません。一方、ラムダが負のとき、すなわち単体と基質の電荷が異符号であるとき、KMAPP は拡散抵抗が小さい場合を除き、低濃度域で KM よりも大きくなり、高濃度域では逆に小さくなることがわかります。以上から固定化酵素反応において実測されたミカエリス乗数が有利酵素の値に比べて小さくなるのは静電的相互作用の関与によることが明らかです。仮に単体と基質の電荷が同符号である固定化酵素系において初速度を測定し、これらを使った線形化プロットから KMAPP を決定したとしましょう。
しかしながらこの値は上述の理論に反して Km よりも大きくなりました。皆さんはこれをどう解釈しますか？私が導いた式に関する知識がなければ測定ミスがあったと判断し論文が書けるようにするため KMAPP が KM より小さいという関係が得られるまで無駄な実験を繰り返すことになるでしょう。しかしよく考えてみてください。単体と基質の電荷が異符号の場合でも KMAPP が KM より大きいことは間違いではありません。こうなるのは拡散抵抗が非常に大きくて静電的相互作用が現れにくくなったからか、拡散抵抗が小さい場合でも初速度測定が Km と同程度かこれよりも低い基質濃度の範囲で行われたからだと判断できます。これより実験結果を正しく評価するには理論的知識が重要になることが明らかです。次回は最高内固定化酵素系の見かけの速度パラメータについて議論します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。